皆さんはじめまして、またはごきげんよう。同チャンネルの主に使える見習いメイドことゆっくりラドリーと、拙者がエクストラ枠として採用される際に担当する、ゆっくりリトルナイトでござる。そして上にいるのが、俺が出張される際に務めるデモンスミスってもんだぜ。今回は久々の視聴者リクエスト会よ。DSOD の映画で使われてた崩壊に、ホルスやデモンスミスくんたちを組み合わせた令和版構築を紹介するわ。なんか余計な声も聞こえた気がするでござるが、さておき崩壊というテーマは確か、バーンや高火力で高校ワンキルを狙える脳筋でありながら、コントロール寄りな側面も持ち合わせてるのが特徴的でござるな。あとデューザや強力な墓地効果にターン位置がないのも特徴的だな。おかげでホルスからできる墓地肥やしや、俺からできるベアトとか複数の手段でカルマと合心を落としちゃえば崩壊展開を伸ばせるぜ。アンテナデモンスミス初動。それで今回の構築だと完全に高校に寄せててな。合心連打でリンク値伸ばしまくってワンキルする方だぜ。そして隙あらばクリムゾンの場も狙う。って感じでござろうな。その通りだぜ。それとまくりとして採用しているベスパーギルスも相性良くてな。相手が1体のコスト2000回復されるおかげで、崩壊号ぜの強力な展開墓地効果の条件を満たしてくれるんだぜ。まくりながら条件を満たす。相手依存だけどロマン的な噛み合いね。ちなみにここまでラドリーちゃん採用に触れないという。私は必須よ。はいでござる。とまあ、一旦お話はこれくらいにして、残りをそのまま解説すると長くなっちゃうから、あとは実際の展開を見ながら理解していこうね。マイルでござる。対戦よろしくな。一戦のは当然ここからよ。ゲール。手札にはカルマとホルスがあっから、ホルスコストに墓地効果を狙えるぜ。ワロスもあるから相手が展開デッキならドローしときたかったんだけど。どうやら相手は、ラビュリンス使いのようでござるな。ドローはあまり望めなさそうね。まあ、この手札でも立ち回り次第では高校ワンキルを狙えるぜ。お、ちょうどトラクトースも引けたか。事前にフワロスは投げとくでござるよ。まずはホルス展開からだぜ。ぶっちゃけ止められても、カルマの墓地効果とデューザさえ通せればワンキル分のリンク値は確定だからな。ホルスは捨て駒だぜ。案の定カウンター罠の通告で止められたわね。まだまだ余裕っしょ。残りの伏せは依然として警戒でござるが、ひとまずデューザのサーチは通せたでござるな。今のところは計画通りだな。にしても穴の反応はあるのに、デューザがスルーされるとは舐められたものだぜ。これからデューザと合心がある限り湧き続けて、圧倒的リンク値の暴力で殴られるとも知らずにな。まあ簡単にいないし。元も子もない。して今は、デモンスミス展開をしてるところでござるな。俺からベアトを立てるルートだな。展開の途中に、除去効果も使えたりするぜ。デモンスミス展開はまくりにも使えていいわね。俺は何でもできるからな。さあ、デューザが場から離れたから合心の効果が発動するぜ。もう一体のデューザリクルートからさらにもう一枚の合心を墓地送り、ここまでのデューザと合心の効果にはターン位置がないぜ。ガバガバすぎんだろ。一昔前特有のターン1内効果でござるか。これでホルスが足りない分、リンク値を補うことができるでござるな。まあ、さすがに次あたりはデューザに妨害打たれそうだから、先にベアトや適当なリンクで釣っていくぜ。ダイソン並みの吸引力。まあ普通はここで打つでござるよな。残る伏せも怖いから、アクセスもやっとくぜ。アクセスは察したようね。ただここでベアト対象は前だわ。無塗装法のタイミングで蘇生はできちゃうもの。まあ仮にセレーネを先に除去られていても、どのみちデモンスミス殿の蘇生が残ってるから展開はできたでござる。つまりアクセスまで支障はないってことだな。何せこの環境に目をつけたライナが残ってるからな。へっへ、相手の墓地にはちょうど可愛い光属性がいるじゃねえか。ついでにまた合心効果でリクルートと墓地落としでござるな。とりあえずライナでその女をいただこうか。お前の女とリンクするのは最高だぜ。この環境光属性多いからね、しょうがないね。これで親が5300はできたでござる。バーンで相手のライフはちょうど5300でござるな。オーバーキルでデューザ丸に効果も伝って打点を上げちゃうぜ。上がりすぎだろ。とどめだ、暗いな。相手のライフを削り切ってこちらの勝利。対戦ありがとうでごござる。ざいました。これが高次元な高校ワンキルだぜ。ターン1のおかげで令和のカードパワーにもついていける展開力ね。これなら近いうちに、先行特化のリンク構築とかも試してみたいでござるな。絶対おもろいやつじゃん。
見せんのも当然ここからよ。消える。すでに俺を引けてはいるが、少し手札の噛み合いが悪いな。まくれるかは次のドロー次第だぜ。して相手は、オルフェゴール使いのようでござるな。フィールド魔法オルフェゴールバベルの効果で、墓地効果を相手ターンでも使ってくるのが特徴的でござる。リソースを断ち切ることはほぼ不可能な相手だから、できればここをワンキルしたいわね。ディスティニードローを決めるしかねえぜ。ひとまずターンが回ってきたでござるな。そうこなくっちゃな。希望が見えてきたわね。ゾウジーは墓穴で止めるでござる。ついでに早めに墓地効果も使わせとくでござるよ。さてここからが問題だな。マスカレーナの妨害と、フィールド魔法を割るにしてもディンギルスで守られるんだよな。ホルスから動いてはいくが、ぶっちゃけここら辺でマスカレーナ使ってくれるとありがたかったぜ。ディンギルス蘇生による妨害も辛いけど、それよりも素材ありのディンギルスでフィールド魔法を守られる方が辛いもんね。ホルスは通ったから、おかげで牛座のサーチはできたでござるな。早々に手数は保証されたか。相手は除去が来ることを予測して、マスカレーナとディンギルスを温存してそうね。そのせいで最初の除去はディンギルスで防がれるが、救いの架け橋でホルスのコストは確保できそうだぜ。無効妨害はないようだから、牛座でガッシンを落としていくぜ。これでアザレアでマスカレーナの除去を試みながらの展開ができるってわけだな。さすがに拙者を出してくるでござるよな。拙者を出す際にディンギルスを素材にすれば、スケルツォン蘇生効果による妨害も成立するでござる。ああ、それが本当に厄介なんだよな。フィール魔法を除去できるようにはなるがもはや今更だし、何よりリトルナイトの軽い妨害も一緒にあるから手数を減らされるぜ。リトルナイトちゃんの対処は早々に殴ることが最適だけど、それだと高校ワンキルは成立させれない。だからワンキルまで遠くなるのは覚悟した方がいいわね。とりあえず俺の展開をしてはいるが、どこで妨害が飛んでくるんだ。それにホルス展開をしたくてもディンギルスで除去される可能性が高いから、それもデモンスミス君の展開で踏む必要があるのよね。今回は俺が踏み台ってか。拙者の妨害は使われたでござるな。あとはディンギルス妨害か。ただこの時点で残り展開手数が限られてるから、正直高校ワンキルできる可能性は下がってるぜ。もはやセクエンツァー効果が通ることとホルス展開も通ることが前提だぜ。ディンギルスどうすんねん。相手の妨害打ちどころがどれも致命的すぎたでござるからな。ああ、この時点で、俺らの高校ワンキルは失敗確定だな。どう考えてもリンク値が足らねえ。相手は光属性一切使ってねえからライラで節約もできやしねえ。仮に高校ワンキルできずに除去を優先したとしても、オルフェゴールはリソースを使い回せるからほぼ意味もねえ。なんかの間違いでクリムゾンの場を出せねえ限りはもう無理だな。落ちこやしを試みたけど、結局成果を得られないどころか死を送った形になったわね。とりあえずアクセスで除去はできそうではあるが、なぜかあのフィールド魔法墓地から回収できるんだよな。相手にとどまを刺されてこちらの負けよ。対戦ありがとうでごござるざいまし。た。展開力があっても、妨害の打ちどころによってはこうやってリンク値が足りずに失敗する場合もあるわね。高校ワンキルの難しいところなら、もしかしたら途中の立ち回り次第ではうまくかわせる可能性もあったかもだが、結果論に過ぎないぜ。次こそは高校ワンキルしてみせるでござるよ。参戦のも当然ここからよ。消える。珍しく3戦目でござる。手札にはジ、ウララ、俺、ベスパーギルスまであるおおよそ最強の組み合わせだな。金貨玉状って何でござるか？スネークアイデッキではなかったのでござるか？確かに宝玉はスネックアイと合いそうではあるけど、実戦でこうしてみるのは初めてね。ランクまで変わったデッキに会うとワクワクするぜ。変わったデッキはブーメランでござるけどな。G が通ってなかったらどんな展開していたんだろう。手札にレインボードラゴンも見えているし、ガチで宝玉に寄せてるっぽいな。だったら絶対楽しいやつじゃん。して相手の展開に触れるでござるが、マスカレーナを立ててターンを返すようでござる。へへ、ここから俺らも変わったカードを見せていくぜ。まずはベスパーギルスを発動。相手に除去を強いるぜ。相手は1体を残して2000回復したでござるな。これでゴーゼも狙えるぜ。そして俺がモンスター出さねえ限り相手魔法はナゾーンからモンスターが出てこねえから、
まずはサーチが墓地送りだけ先にやっとくぜ。相手の手札レインボードラゴンと確定しているから、姿勢で安心してプレイできる。人通りカードを揃えたからそろそろホルス展開もしていくぜ。拙者で除去したらホルス効果が誘発するという牽制でござるな。ホルスの怒りに触れれるもんなら触れてみろよな。相手のマスカレーナを気にも留めず俺の展開もしていくぜ。展開途中俺で除去ができるから、マスカレーナはそこで切りざるを得ないな。想定通り使ってきたでござる。これで拙者を出して除去してしまったら、ホルスの怒りが起こるでござるな。今、除去したな。俺らは怒ったぜ。続々とホルスたちの効果が発動。墓地除外回収効果と大量ドロー効果は通ったわね。これは、上振れ中の上振れ。クリムゾンノバも出せるでござるよ。ようやくランクまで出せるか。変わったデッキ相手に見せれるなら本望だぜ。俺はビジャム、ユーザー、クリムゾンノバを見せてクリムゾンノバの降臨だぜ。バトルフェーズ。クリムゾンノバの効果で戦闘破壊ができればもう一度攻撃できるでござるな。これで雑に殴っても余裕でライフを削りきれるってわけだな。とどめだぜ、クリムゾンノバの攻撃。相手のライフを削り切ってこちらの勝利。対戦ありがとうごでござるざいまし。た。最後に出せて満足だぜ。ちなみに、相手のデッキレシピを除いたらこんな感じだったわ。宝玉は結構 UR も多いから、愛を感じる良い構築でござるな。ランクマは時々こういうデッキと遭遇できるからワクワクするぜ。ここからは軽いデッキの解説と振り返りをするわ。といってもまくり展開は見せたゲールの通りだから、デモンスミス君には採用のポイントや展開の補足、デッキ評価だけに絞って話してもらえるかしら。任せな。まずは採用についてだが、初動はカルマを落とせる俺やホルスが該当するぜ。カルマから牛座をサーチできるから、牛座に召喚権切って合心を落とし、リンク2リンク3リンク4と順々にリンク値を伸ばせるわけだな。確実にアクセスまで持っていけるのが強いでござるよな。それで高校に寄せてるわけなんだが、事故を軽減させるためにビジャムやクリムゾンノバの採用を絞ってる弊害で、少しクリムゾンノバが出しづらいのは残念だぜ。ついでに採用を見送られてる融合体取りに聞くん。ちなみに今見せているデッキレシピは、ラドリーとベスパーギルスを1枚ずつ抜いて1滴を採用したガチ構築でござるよ。まるで私がいたらガチじゃないみたいな言い方ね。気のせいでござるよ。まあ話に戻るが、実は参戦で見せていない便利な展開もあったりするぜ。便利な展開？牛座を G ランティスで一時除外する展開のことなら、G ランティスの一時除外から戻るのは特殊召喚扱いだから、実質1体の牛座で2回墓地落としができるというわけだぜ。さらに一時除外でも場から離れた判定になるから、事前に合心も墓地に送ってあれば、さらに展開を横に伸ばすこともできちゃうぜ。アドうますぎんだろ。これはクリムゾンノバも狙いやすくなるからランクマでもやりたいんだがな。とはいえ都合がいい上振れ展開すぎて、ランクマだとできた試しがないぜ。 G ランティスを作れる状況ということは、つまりその時点でアクセスを作れると同義でござるからな。勝ちを優先するなら、狙いづらいクリムゾンノバよりもアクセスで詰めた方が早いでござる。理由が元も子もないわね。最後にデッキ評価についても触れていくんだが、こんな感じだぜ。高校の強さ具合はバーサックデッド以上高校特化深淵竜王メイド以下っていう印象だな。火力と展開力は崩壊だけでも申し分ないが、まくりは他のテーマやリンクに頼る必要があるからちときついぜ。当たり前のように先行を放棄してる。先行は不要だぜ。まあ、とりあえずキャラデッキを現環境のランクまでも強く使いたいやつにはおすすめしとくぜ。最低限ランクマには食らいついていけるでござるもんな。とあとは動画概要欄に今回のデッキレシピの URL を貼ってあるから、よければそちらも見てみてね。というわけで、今回の動画としては以上よ。ここまでのご視聴ありがとうございました。もし取り上げてほしいカードやテーマがある場合は、コメントで教えてくれれば今回のようにリクエストに答えるつもりだから、気軽に話してほしいでござる。次の動画も楽しみにしていてくれよな。バイバイでだぜござる。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、ためになったと思ったら、動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。他にも土日に参加型といったライブ配信をしたり、このチャンネルをより楽しむためのメンバーシップコンテンツなどもあるよ。興味があれば、ぜひ体験してみてね。それでは、また次の動画で会いましょうね。バイバイ。